こんにちは、内海朝です。本日は浅草清澄白河 Vlog ということで、ちょっと前ですが4月5日にジンフェス東京に行ってきました。その帰りに清澄白河のオンデリネンさんに行きましたので Vlog 形式でお届けします。タイムスタンプをつけておりますので、後半のオンデリネンさんを早く見たい方はジャンプで飛んでください。それでは動画スタート。11時くらいに浅草駅に着きまして、最初に向かったのが銀座ブラジルです。喫茶店なんですが、浅草なのに銀座ブラジル浅草店でございます。外観はこんな感じ。2階にある店舗です。浅草に住んでいる友人のおすすめで訪れました。レトロな雰囲気で素敵ですよね。元気なマダムたちが仲良く営業されていました。このお店を訪れる際には気をつけるポイントがありまして、午前中のうちにフードが終了して出なくなるということ、そして注文してから1時間くらいは待つということです。そんなわけでこちらが友人おすすめのカツサンドです。1時間待ちでカツサンドを受け取った際に、早かったですねとボケたらめっちゃ笑ってもらえて嬉しかったです。でも本当にめっちゃ美味しくて、注文してから作るので時間がかかってしまうそうなんですが、何時間でも待ちたいぐらい美味しかったです。カフェラテもすごく美味しかったです。店員さんに聞いたところ、元祖フライチキンバスケットやチーズトーストもおすすめとのことでした。またぜひ行ってみたいお店です。銀座ブラジルを出た後は友人との待ち合わせまで時間があったので、浅草寺に寄ってみました。4月5日はちょうど桜が満開くらいのタイミングの週末ということもあって、すごい賑わいでした。仲見世通りを歩いて浅草寺へ向かったところ、混雑でとてもゆっくりとしか進めませんでしたが、桜もちょうど咲いていたので、のんびり桜を眺めることもできてよしとするかなと思いました。そんなわけで宝蔵門までたどり着きました。仁王像があることから仁王門とも言うそうです。お隣には五重塔もありますね。この辺りは少し開けていてお庭のような雰囲気もあります。しだれ桜もありましたが、ソメイヨシノよりも見頃が早いようで、すでに葉桜になっていました。ソメイヨシノらしき桜はちょうど満開の時期でした。こちらは八重桜ですかね。あまり桜に詳しくないので自信がないのですが、白とピンクのグラデーションがとても綺麗でした。こちらは少し見慣れた感じがするのでソメイヨシノかなと思いました。桜越しにスカイツリーも見ることができてとても素敵でした。そんなわけで寄り道しましたが、いよいよジンフェス東京に行きましょうということで、東京都立産業貿易センター台東館に来ました。浅草寺からは歩いてすぐのところにあります。会場の様子はこんな感じ。ジンフェス吉祥寺とはまた違った雰囲気で、ブースの数がとても多く大にぎわいでした。こちらはぴょん吉さんのブースですね。なんとほとんどがフリーペーパーで内容もとても読みやすかったです。ここから訪れたブースのご紹介が続きますが、撮影には許可をいただいておりますのでご安心ください。こちらはコーヒーを飲む日曜という番組をされている方のブースで、コーヒー豆も販売されていました。なんと今回のジンフェスからジンフェスポッドキャストというコーナーができていまして、4組ほど出展されていました。こちらは相田優さんのブース、覗いてみよう音声コンテンツの世界というジンを作っていらっしゃいました。ポッドキャスト健やかなる時もやめる時ものお二人もいらっしゃいました。パートナーシップ制度で交際0日婚をされたそうです。ポッドキャストでお話しされている内容を文字起こししたものを配布されていました。そんなわけでポッドキャストブースを離れまして、ライガシさんのやめない YouTube の始め方というジンが目に留まりました。YouTube をたまにピザが食べられるくらいの収益で長く趣味として続けるの楽しいよという内容のジンでした。こちらはプロジェクト部さんのブースです。編み紡むということというジンを販売されていたので買いました。どんな一日だったか気分ごとに毛糸の色を決めていて、日記のように積み上げるように毎日一段編むということをされているそうです。日記も編みくるんでいるみたいです。すごく素敵で、私もこういうことやってみたいなって思いました。他にもビールの本格的なジンをたくさん出されている方もいらっしゃいました。かなり理論派なジンだったのでこちらも買ってしまいました。
このタイミングでジンフェス東京を出まして、清澄白河に移動しました。お目当てはオンネリネンさんです。外観はこんな感じ。前から気になっていたお店です。店内に入りますと、一目でこいつは上等だというオーラを放っているケイトたちが迎えてくれます。最初はただ圧倒されてしまって、初心者が来るようなお店ではなかったのかもとビビりまくってしまいました。しばらく圧倒されていますと、オーナーさんが話しかけてくださって、たくさんのこだわりを教えていただけました。まず店内にある Not for sale とある完成品たちです。すごくたくさんあるのに販売はしていないと初見ではわからなかったのですが、この完成品のすべてパターンを購入できるんです。正確にはパターンと糸をセットで購入することができます。オーナーさんが考えたパターンらしくて、編まれたのもオーナーさんだそうです。素敵すぎて最初理解が及ばず、何度か聞き直してしまいました。キット販売ってあらかじめ糸がセットになっているお店が多いと思うんですけれども、糸はご自分で好きなものを選んだ方がその人に長く使ってもらえると思うからっていう理由で、お店側ではすでに組まれたキットにはしていないっていう風におっしゃっていて、編む人の暮らしまで想像して販売されている感じがして、すごく感動しました。糸も日本の暮らしや気候に合ったものを選んでいるっていう風におっしゃっていましたね。そう言われてみると、やっぱりすごく実用に耐えそうな毛糸なんですよね。この糸で編んだら確かに長く使えそうだなって思ってお話ししていたら、すごく感動してしまって、まだ全然雨もしないのに棒針すごく買いたいと思ってしまって、気づいたら買ってましたね。あまりにも素敵だったので、またお店に行きたいです。次はもう少し編めるようになってから行きたいと思います。そんなわけでオンネリネンさんを出まして、すぐ近くのユーソバーさんに行きました。こちらは一緒に行った友人のおすすめで、チャイが美味しいとのことだったのでチャイを飲みました。めっちゃ美味しかったです。ここでお店の方にも許可を取りまして、ジンフェスで買ったジンの報告会をしました。こんなジンを買ってみたみたいなことをしばらく友人と話して楽しかったです。自分とはね、本を選ぶ視点っていうのが全然違って、友人とそれが面白かったです。そんなわけでオンネリネンさんで糸を買うともらえるノーニッティングノーライフショッパーに満足しながら家に帰りました。大充実の一日ですごく楽しかったです。この動画がもしよかったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひお願いします。それでは内海朝でした。番組からのお知らせです。チャンネル登録者数1000人を突破しました。目標達成記念にリアル編み会を開催します。リアル編み会については LINE 公式アカウントで発信しておりますので、ぜひお気軽にご登録ください。左の QR コードか概要欄にあります URL からご登録ください。皆様からのご参加お待ちしております。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。チャンネル登録してもらえるともっと編み物の動画を届けられるので、ぜひお願いします。みんなのおすすめの毛糸屋さんや気になる毛糸、トピックスも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。